スイスリーナです。今日の動画ですね、もうちょっと面白いテーマっていうかネタには入りたいと思います。実は来日したら異なるところよりもスイスと日本の似てるところばっかり見つけましたなんですけれども、もう本当にさ、日本に行ったらもう絶対こういうカルチャーショック来るはずと思ってたんですけれども、実はそれがあんまりなかったんですよね。いやー、日本やな、びっくりしたというところよりも、もう本当に似てるところしか見つけてなかったと本当に感じてました。なので日本とスイスの似てるところを紹介していきたいなと思います。1番目が遠回しすること。日本語学校に通ってた時によく先生に言われたのが、日本人の心がガラスで作られてると考えた方がいい。乱暴な話し方をしてしまったらその心が壊れちゃうんですよってよく言われましたなんですね。でそれを聞いたらね、ちょっとね、当たり前じゃないって本当に思いましたね。スイス人ね、結構言葉遣いをめちゃくちゃ意識してるというふうに思います。気をつけないと、やっぱり相手を傷つけることがあるんじゃないですか。例えば、うちはね、結構、そのスイスっていうよりもそのスイスフランスのところ、また別のスイスのところに行ったらまたちょっとだけ文化がちょっと違うんですけれども、多分スイスのどこでもこんな感じかなと思います。結構その言い回しするのもことも結構そのスイスドイツ語でもするかなと思います。もう直接で言うことはちょっと苦手なんですね。もうね、やらないんですよね、あんまりね。で、直接自分が考えてることもあんまりね、言いたくないかなというふうに思います。あと、例えばめちゃくちゃもうスイスしか使わない、なんかフランス語だと何々かしてもいいとかは言わないかなと思います。例えばj'ose te poser une question、j'ose vous poser une question、 ちょっと質問してもいいんですか。でも普通のフランス人だったら je peux te poser une question、 もうそんなにも言い回しすることはないと思います。そう、本当にもう直接言うのは結構スイス人にとって難しいかなと思いますね。結構そのちょっと言葉遣いっていうか結構気にするんですよね、スイス人がめちゃくちゃ。2つ目がですね、結構その言い回しすることには似てるんですけれども、相手を気を使うことっていうか、迷惑をかけないように意識することは結構スイスと日本には似てるところかなと思います。例えば電車のエチケットっていうか、日本とスイスも電車とか、バスとかに乗る前にみんなが降りてから乗るわけですよね。でも別の、ヨーロッパの国にしたらそれは普通ではないんですよ。入ろうとしてるみんなが降りてなくても。しかも電車の中に静かするように意識してる、本当にスイス人は。電話したりすることはできますよ、スイスだと。でも静かでやってます。で日本も結構そのアパートとかさ、結構その隣さんを聞こえてしまうことが多いんじゃないですか。なのでちょっとこう静かするように意識してるじゃないですか。スイス人もそう。でもスイスの方が厳しいやと思います。なぜかというと、スイスだと夜の10時過ぎたら音を出すものとかことをやっちゃダメですよ。例えばシャワーには入っちゃいかん、洗濯物をやっちゃいかん、掃除もやっちゃいかん、料理もやっちゃいかん。もう本当に相手に迷惑になるかもしれないからやらない。で実は結構今は場所によると思うんですけど、アパートによりますし、人によると思いますけれども、ある家族はそのトイレの水を流さないようにする人たちもいますよ。10時以降は相手を迷惑をかけないようにもう本当に意識してると思います。3番目ですね、ルールをきちんと守ることです。もう本当にたまにさ、もう厳しすぎる。もう日本ともスイスとも結構バカに厳しい。たまにさ、例えばこう銀行に行って口座を作りたかったら、もう何枚もこう申し込むページっていうか、申し込むしっていうか、きちんとやらない。もう無理ですよ、もうできません、ごめんなさいってなっちゃいます。この紙持ってませんか。もう最初からやらないといけないみたいな感じになっちゃいます。わかります？言ってることよくわかんない。もう本当にもうルールを守ることも本当に厳しい。ルール的にできないことがあればやらないんですよ、スイス人が。で日本人もそうという気がしました。
4番目ですけれども、綺麗っていうか綺麗好きかな。その汚くならないようにスイス人と日本人も意識めちゃくちゃしてると思います。例えば電車はめちゃくちゃ綺麗ですし、街もめちゃくちゃ綺麗で、もうゴミがないようにしてるんですよね。それはスイスもそうですし日本もそうだと感じていました。しかもどっちも結構リサイクル厳しいんですよ。実はスイスの方が厳しいですよ。5年間か10年間の間にめちゃくちゃ厳しくなっちゃいました。もし興味があればまたスイスのリサイクル文化っていうかに関する動画作ろうかなと思います。もし興味があればぜひぜひコメント欄にコメント言ってくださいね。あと結構日本人もスイス人もどっかに行くときさ、なんて言えばいい、そのファッションとか意識してるんじゃないですか。なんかスーパーに行ってもちょっとだけもうメイクとかもしたりしてて、ちょっと髪の毛ちょっと綺麗にするとか、なんかパジャマではないこうスポーツ系の洋服とかで行かないんですね。結構海外に行ったらみんなもうちょっとダサいんですよ。でもその海外の人たちが言ってくれるのはめちゃくちゃもう綺麗にしてる、もう女の子ヒールばっかり履いたりするとかで、日本に行ったらもう同じなんか感じがありましたので、みんなも意識してて出かける。でその綺麗好きのところなんやけど、似てるところなんやけど、そのお家に入ったら靴を脱ぐこと、スイス人で結構やります。もうやらない人たちもいますけれども、結構やってる人たちももう多分半分ぐらいと思います。もちろん日本の方がもうみんなやってますよね。でもスイスだと結構海外だとやってる人少ないだと思います。でもスイスだったらやっていたらもう珍しくはないんですね。もうそうはここの家族はそうなんやね。結構お家に入る前に靴を脱ぐことが結構一般かなとは本当に思いますよね。結構やってるんですよね、スイス人が。はい、5番目がですね、安全性。もうスイスと日本はめちゃくちゃ安全な国というふうに思いますね。でスイスはね、結構ヨーロッパの国の中で結構安全な国なんですよ。ジュネーブどうかな、安全やけど、ジュネーブだったらあんまりなんか一人で歩きたくなかった場所もありましたね。で日本に住んでた時にそれはあんまりなかったかな。しかも日本に着いた時に歌舞伎町に住んでましたんですよ。で一人であそこで歩いていけばもう全然問題はなかったんですね。声かけて来てる人たちもあんまりいなかったんですね。おったところは池袋やった。変な男の子がなんか声かけたり、ちょっと不安時だった。でもそれ以外はねなかった。もう本当に超平和って感じって本当に思いました。で外国人もスイスに来てくれる時もめちゃくちゃ安全って言ってくれたり、で外国人が日本に行く時も安全って感じてるじゃないですか。うちもそうでした。もう超安全って本当に感じてました。もう不安がなかったんですよね、うち的にはね。あとその安全性に関するなんやけど、結構外国人にしたらびっくりすることなんやけど、日本とスイスも小学生が一人で学校まで歩いたりすることが一般じゃないですかね。でも外国人にしたらそれは驚くことなんですよ。どっちも安全で、どれぐらい安全なのか、小学生が一人で街で歩いていっても大丈夫ぐらい安全やな、どっちもね。で6番目ですね、遠慮性っていうかシャイなところは結構スイス人と日本人はめちゃくちゃ似てるというふうに思います。それってどういう意味かというと、なんか知らない人にいきなり声かけたりすることはしませんよ。もうありえないんですよ。来たらちょっと気持ち悪いってなっちゃいますよ。なんでうちのスペースに入ってくるんやってなるかなと思います、スイス人が。で友達を作るのもめちゃくちゃ難しいというふうに思います。うちね大学の時にうちの知り合いと別の大学に行ったんで友達とかいなかったんですよ。で6ヶ月かかってちょっとだけ友達じゃないんですけど、知り合いできて、でも友達になったのは結構1年ぐらいはかかりましたので、めちゃくちゃ時間かかりますよね、スイス人の友達を作ること。もう本当に子供の頃の友達じゃないとなかなか作れないという、なんかそのグループに入るのはめちゃくちゃ難しいなんですね。難しいですよ。で日本の時はやっぱりね、日本人の友達あんまり作れなかったんですよね。同僚たちもいたんですね。そこでちょっとだけ友達はできたかなと思うんですけど、あと冷たいっていうよりもジュネーブの人たちはめちゃくちゃ冷たいというふうに思います。でもローザンとか元東の方に行ったらまだちょっと暖かくなるかなというふうに思います。でも結構ね、スイス人
と、日本人もそれがあるかなと思う。壁があるんですよ。だからその壁をなくすことはめちゃくちゃ難しいというふうに思いますね。あとどうかな、酒飲む時は結構盛り上がるかな。結構もうちょっとオープンになっちゃう。その壁がなくなるんですよね。日本人もそうかな。結構こういうシャイなところ、遠慮せなところ、ちょっとね、相手のスペースは持ってあげることは結構あるんですよね。で、7番目。タバコ。タバコ文化かな。スイスはね、みんな吸うんですよ。特に若者なんですね。大学の時ね、もうみんな吸ってたんですよね。うちも吸ってましたんですよ。今はもう吸わないんですけど、ね、ジュネーブはね、16歳から吸ってもいいから、結構ね、若い時から始まる人結構多いんですよね。で、日本に行ったらみんなもう結構吸うんじゃないですかね。で、しかも、もう去年まで居酒屋とかレストランの中でも吸ったりすることもできたから、それはちょっとびっくりしたんですけど。8番目、道が狭いこと。それとも駐車場が狭いこと。もうね、全然日本に行って狭いなとはあんまり考えてなかった。スイスと同じぐらいかなというふうに考えてました。特になんか駐車場とかこっちめちゃくちゃ狭いから、もう全然びっくりしたりはしてなかった。びっくりしたのは結構ね、東京の周りに行ったら街広いなと思った。アメリカみたい、やばいと思った。ああいうのね、スイスは見かけられないんですよね。9番目、現金で払うこと。コロナまで現金で払うことは結構一般でした。もちろんクレジットカードとかデビットカードで払ったりすることもできたんですけど、こう電話で払うことはペイペイとかこういうアプリ今でもないんですよ。銀行のアプリがある今でもペイペイとかはないんですよね。だから結構みんな現金を使ったりするのことが一般でした。今はちょっとね、こうコロナでちょっと変わったりきたんですけれども、日本の方がめちゃくちゃ現金使ったりするんですけれども、今もちょっと変わったりしてるんじゃないですか。うちね、バイトしてた時にみんなペイペイとかで払いたいとか。で、最後が物価が高い。ねえ、めちゃくちゃ高いんですよね。どうかな、東京やからもうちょっと高かったかなと思うんですけれども、日本とスイスのめちゃくちゃ高いところはタクシー、あと電車乗った時にはこんな値段するやんなってなってたんですよね。もうスイスと同じぐらいと思ってたんですね。でもやっぱりこう日本の高さとスイスの高さ、物価の高さはちょっと違うと思います。こんな値段するとって思った時もありましたね。日本に対して。それはまた別の動画で話したいと思います。はい、というわけで皆さんいかがでしたか？面白かったか、知らなかったところもありましたか？もし面白かったって思ってくれたら、ぜひいいねボタンを押してどこが面白かったかコメント言ってくださいね。あともしスイスと日本はそんなに似てるならスイスに行ってみようかなって思ってくれたら、コロナが抑えてからぜひ来てみてくださいね。最後までご覧いただきありがとうございます。また今度の動画よろしくお願いしますね。じゃあねー。